人生いろいろあったけれども、小さい人生だったね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、本日も始めていきたいと思います。世界を滅ぼすチャンネル主催は私ネガティブマンでございます。さて、今日のお題はですね、また視聴者のね、世界40億人のネガティブマンの視聴者から大量に送られてくるハガキをもとにね、私がお題を一つ一つ選んで答えていくシリーズですね。今日はあれですね、ほにゃららさんから送られてきたおはがきね。ネット軍師であるネガティブマンさんに質問ですが、はい。これからの日本の防衛力はどうしたらいいと思いますか？ね、これからの日本の防衛力はどうしたらいいと思いますかという質問にね、非常にね、だらだらと適当にね、何の参考にもならない私のネット軍師としての意見を述べさせていただこうというのが今日の動画であります。そうですね。まず最初に言っておきたいのはですね、やっぱり日本は地政学的にですよ、なんて言うんでしょうね、孫子の兵法をそらんじるね、ネット軍師、ネガティブマンから言わせていただければ、やっぱり現代の日本を見るにですよ、やっぱり地政学的にこうね、緩衝地帯であると、ね、アメリカのね、支配的な嘘くさい、とても嘘くさい民主主義の影響下に置かれ、そしてその緩衝地帯としてね、権威主義、もうぶっちゃけ独裁主義のね、ロシア、中国に挟まれた形になってますね、日本はね。やっぱ100年前、200年前、300年前とはやっぱり状況が違いますからね、そこを現実的に見ていかなければいけない。となるとですよ、やっぱり日本の立ち位置は危ういですよね。自給率もね、食料自給率もね、低く抑えられ、世界中からね、昔のようにさしたる産業もなく、ライジングサンしてませんね。いろんな問題でね、弱体化、衰退の一途をたどっているね、もう8割9割滅んでいると言っていいと思うんですよね、日本っていう国はね。そこでね、このほにゃららさんからの質問、日本の防衛力はどうしたらいいのか。どうしたらいいって言われてもね、これはね、さすがのネット軍師の私もね、日本をどう防衛していくかっていうのはもうね、現実的に言ってしまえばね、もう結論から言ってしまえばもうね、あれですよね、米中ロシアまたは世界情勢のもとにただただ翻弄されていく木の葉のようなね、木の葉っぱのようなね、葉っぱ体の葉っぱのようなね、非常に危うい存在であって、彼らの思惑通りに進んでいくしかないんじゃないのか。またそれに抵抗する日本人っていうものがね、若者も減少してますし、日本に忠誠を誓うようなね、または日本を愛しているよというような移民が来るわけもなく、ひどい状況ですよね。ネガティブマンチャンネルですからネガティブなことしか言いませんけれども、現実を見ればね、防衛もクソもないんじゃないのかという結論に至るわけですけども、しかしそれではね、
やっぱり孫子の兵法をそらんじるね、ネット軍師としての意地が立ちませんから、意地でもね、防衛を考えていきたい。そうですね、その緩衝地帯、やっぱり孫子も言っておられるようにね、あれですよね、他国からの攻撃を防ぐための一つの手としてはですよ、私ね、孫子はいろんな手を考えてますけれど、一つ参考になるのはあれですよね、日本に手を出すと何の利益も得られないばかりか損害ばかり発生するよっていうことですよね。そうイメージづけるのが一つの手だと思うんですよね。日本っていうのはね、イギリスと一緒、オーストラリアと一緒で島国ですからね、攻めるに難しく、勝ち取ったとして防衛するに難しく、さりとてそれをまた維持をするのがまた面倒であるね。自分の国の民草を入れてね、植民地化して経営していくのが非常に難しいですよね、島国っていうのはね。四方を海に囲まれてますからね、非常に面倒である。いくら飛行機時代になってもやっぱりそこは変わらないですよね。だもんでね、日本という国の魅力をなくしていくっていうのが一つの防衛の一つの手だなって考えた結果思いますね。これは私が意図する意図しないにかかわらずですよ。日本という国は衰退しているわけですから、もうあれなんですよね。そんなに魅力はないですよね。日本人の資産が2000兆円あるとかね、まことしやかにささやかれてはおりますけれども、それだってね、なくなってしまえば、世界中から誅誅されたりね、日本の富裕層たちに誅誅されたり、またはね、アメリカがまたいろんな方策を使ってね、日本の資産を誅誅し尽くされてしまえばいいという考え方もありますし、誅誅されたところでね、日本の魅力っていうものが減退してしまえばね、資産も誅誅されて日本人の数が半分以下になって薄汚い移民たちでね、治安も悪化して、そして日本は資源がろくにないですからね。日本近海に埋まってるレアメタルとか言いますけれどもね、それをね、採算が合うように採取する方法っていうのはまだまだ確率っていうかね、膨大なねお金を使いますからね、そこもどうなんだろう。資源もなく若い人たちもね、優秀な移民もいるわけでもない日本っていう国をね、実効支配するということが魅力的なのかっていう面でいけばね、私が意図しなくてもね、答えは明らかですよね。魅力的ではないですよね。中国もね、出兵を出し渋ってるのは国内を固めなきゃいけないみたいなところがね、すぐね、足元をすくわれてね、民主化に動かされたりとかするのを嫌がってるわけですけれども、だから意外とね、そしてアメリカはアメリカでね、日本を吸い尽くさないとね、なんて言うんでしょう、日本の資産を吸い尽くさないと本気は出さないでしょうからね。あとは面倒くさい国になるべきばっかりですからね。あんまり本気で手を出して植民地化するっていうのを面倒くせえなと内心を持ってるんじゃないですかね。ですからね、
意外と防衛をどうにかするっていう面においてですよ、魅力がないわけですから、魅力がどんどんなくなっていくわけですから、未来的にもね、このままでいいんじゃねえのかっていうのが一つの答えですよね。防衛、そんなに心配することもないんじゃないのかな。そのネガティブチャンネルには珍しくね、なんか明るい考え方でもありますけれども、それだけ日本っていう国が衰退しているわけですからね。なんて言うんでしょうね。そう、北朝鮮みたいになんか緩衝地帯になってね、そう珍しいものが見に行くような観光立国で落ちぶれて、ね、庶民は上に苦しんでみたいな未来なんじゃないですかね。だから国を直接攻撃っていうとかね、アメリカ中国の最終戦争に巻き込まれるっていう心配はありますけれども、その心配においてもね、単に戦場になるだけでね、なんて言うんでしょうね、戦後処理としてどちらかの土地になるのかって言われるとね、アメリカも中国もめんどくさいからね、適当に復興するようなこう姿勢を見せつけつつね、そう放置するんじゃないのか、ね、今の日本政府のね、能登半島のように放置するんじゃないのかという見立てがねできますね。だからあれですね、ネット軍師としてはそうですよ。そう、ね、日本に手を出しても魅力的じゃないっていうことをアピールするのが一番なんじゃないのかなと思いますね。そう日本人はね、そうなんて言うんでしょう、どんどん貧乏になっていってね、衰退していってね、魅力がなくなると。そう土地的にもね、せいぜいスキー場でいい雪が降るよとかね、水がうまいよとかね。そうだから結局のところ未来にも関わってきますよね、防衛っていう意味合いにおいてはね。そう水資源だったりとかね、観光資源だったりっていうのを他国に食い尽くされて、そう弱体の一途をたどる、そんな国を植民地に完全にして、または攻撃してボロボロにしてね、経営したいのか、国ごと経営したいのかという問題になってきますよね。あんまりしたくないんじゃないですかね。あとやっぱりこの問題は面白いのでね、やっぱシリーズ化できますね。これ第1弾としたいですね。まず大まかに言って、言うほど防衛することもないんじゃないのか。または、じゃあ日本にね、そもそも根本的なこの第2章としてはですよ、根本的に戦争する力があるのかっていう問題に関わってきますよね。ないんじゃないですかね。というのはやっぱり少子化が問題なんですよ。やっぱり戦争っていうのは戦争継続能力があって初めてやるべきなんですね。ボコボコ人間が生まれていた時代ね、二次大戦ぐらいまでは戦争継続能力はたっぷり日本にもありましたけれどもね、今の日本戦争継続能力がないわけですよね。人口の 15% ぐらいね、ボコボコ生まれる若者がボコボコ生まれるっていう状況にならないと戦争が継続できませんっていうね、昔から言われてる数値があるんですけれどもね、今うろ覚えで言いましたけれども、あるんですけれども、日本はもうはるかにね、戦争を継続する能力がないわけですから。しかしネット軍師としてそこでね、終わらせるわけにはいきませんね。やっぱり専門家としてね、言わせてもらうのならば、やっぱり核の問題ですよね。核をどうやって日本に配備するのかっていう問題、もちろんさせてくれません。アメリカ、中国ともにね、いろんな世界的圧力、そして日本人がまた核アレルギーですからね、原発の問題とかね、広島、長崎の原爆の問題とか、
ね、日本人自体が核アレルギーですから、そうそう配備はさせてもらえませんね。しかしウクライナもね、なんでロシアに話が飛びますけれどもね、ウクライナがなぜね、ソ連、ロシアにね、ネオソ連にこうね、攻撃を仕掛けられたのかっていうのは、やっぱり核配備をやめてしまったからですよね。核配備のない国にね、進軍するのはやっぱりね、余裕ですよ。ロシアとしてはね、できるだけで領土を削ってね、そこを反植民地化してクッション地帯としてね、緩衝帯として NATO と対峙するっていう形にしたいというね、プーチンの気持ちはよくわかります。しかもね、核を持ってない国ですからね。それは余裕で進軍できますよね。戦争を仕掛けることはできますけれども。それと同じでね、やっぱり日本っていうのはね、そうです。冒頭ね、侵略しにくい国であると言ってしまいましたけれども、核を持ってないのでね、やろうと思えばできるわけですよね。いくらでもね。だから魅力のない国にして核を持つっていうのが、やっぱり答えの一つなんじゃないのかな。でもさせてはくれない。ね、日本が核を持つっていうのは非常に嫌でしょ。中国も攻めにくいし、アメリカもね、なんか核を持って自主独立なんて叫ばれた日にはね、たまったもんじゃない。なので、持たせたくない。じゃあどうやって核を持つのか。アトミックボンブですね。アトミックボンブを持つのか。やっぱり、それもね、不思議なことにですよ。冒頭申し上げたように、この自民党路線、自民党のね、アメリカすり寄り売国路線でいいんじゃないのかっていう結論になってきますよね。そう。アメリカにね、こう、尻尾を振っても、ね、アメリカ様って追随していってね、もう今以上に追随していって、もうね、尻の穴まで舐めるぐらいのね、勢いで追随していってね、こう日本にいる左翼を全滅させるぐらいの勢いでね、アメリカにすり寄ってね、そうもうね、沖縄どころかね、そうもう日本全国にアメリカ軍いますけど、もっとね、この数倍ね、駐屯させて、そしてアメリカの兵隊を守るためにも、もう一箇所でもいいからね、核を持たせてくださいってね、もう尻の穴を舐める勢いでね、アメリカのね、駐屯人数をね、今の10倍ぐらいにして、そしてアメリカ兵を逆に人質にとってね、核を持たせてくださいと積極的にアピールする。アメリカにね。で、アメリカがしょうがないなと。アメリカの艦隊を常にね、こうどこかの港に停泊させる。そこでこう原子力空母だったりね、もういるかもしれませんけれども、原子力潜水艦でね、核を持たせる。そしてその運用というものを日本の自衛隊または科学者とかね、インフラを整備する人に任せていただく。そこで日本は核技術というものをね、実質的な運用ですよ。ネットに転がってたりね、日本はいつだって核爆弾持てるんだなんて右翼たちは言いますけれども、やっぱり実質的な運用っていうねに携わる人々がいて初めてね、学ぶっていうことができるんでね。核の運用っていうものをまだ本当にね、やっぱりこう米軍を逆に人質に取る。そしてすり寄って核を持たせてもらう。核配備をしてもらう。短距離でもいいですよ、この際ね。とにかく核技術っていうものを日本人に浸透させてね、こううやむやにね、こう持ってこさせる。そしてそれを学んだ人たちがこうね、
まあね、でもここからはね、現実逃避というか妄想に近い飛躍になってしまいますけれどもね、やっぱ日本政府が腰を入れてね、核の運用についてこうね、秘密裏にね、こう核技術っていうものをね、核爆弾技術、それを運用する技術というものをね、しっかりと学んでね、各地に配備する。北海道、本州、四国、九州、沖縄にね、配備する。っていうことをね、そこにつなげていければね、すごく防衛力としていいと思いますね。そう、それが現実的ですね。そう、ネット軍師の考えるね、核配備に向けての道筋、勝ち筋ですね。核を持ってしまえばね、イランとか北朝鮮とかを見るに、またはイスラエルもそうですけれどもね、あんなちっちゃい国でね、貧乏国家でもね、もうね、ろくでもない人権無視国家でもね、威張れるんですから、威張れるというか、他国からの攻撃を受けることはね、こう毒虫になるわけです。世界の毒虫になってしまえばね、誰もね、そこに攻め入ろうとはあんまり思えませんよね。そう、核技術を持って、しかもね、今の日本のロケット技術っていうものをね、転用していけばね、そう、世界中のどこに、どんな遠いところでもね、ブラジルでもね、アメリカの東海岸でもね、核を撃てるみたいなことになればね、もう日本に手を出す国はなくなりますからね。そこで初めてね、これもまたね、現実的ではないですけれども、そこまで行ったらばね、初めて日本がね、自主独立するっていうね、そうですね。そして初めてそこでね、外交としてね、ウクライナを支援してもいいしね、ロシアと手を結んでもいいしね、食料自給率の低さをなんとかね、食料エネルギー問題も解決していくっていう道筋ですね。そこでこそ初めて日本の独立が成功していくんじゃないのか。そしてね、アメリカともそこでやっとね、手を切れるんじゃないのかな。中国の脅しにも屈することなくね、日本は独自にね、貿易相手としてね、中国以外を選択していくこともできるんじゃないのかな。まだまだね、それこそアフリカに頼んでもいいし、南アジアに頼んでもいいし、インドに頼んでもいいし、中東に頼んでもいいしっていうね、本当の意味での独立国家になれるんじゃないのか。この最後の妄想の部分が難しいですけれどもね。でもね、今の自民党路線みたいにアメリカの尻の穴まで舐める、日本の資産を全部売り飛ばす、そしてね、中国を過剰に怖がってね、米軍を日本駐留米軍の今の10倍の人数にして、そこからはね、このネット軍師ネガティブマンがしゃしゃり出てですよ。ね、米軍の人数を人質にね、核を持たせてくださいってお祈りしてね、そして無事核運用技術をね、学んでっていうね、それぐらいは現実的にできるんじゃないのかなと思います。日本の防衛っていうことを考えるとね、そうするとあれじゃないですか、日本の自衛隊のね、人数を無理やりね、増やさなくってもね、戦えるし、今はね、ドローンが進化していきますからね、核技術とともにドローン技術もね、ロシアなりウクライナなりヨーロッパなりアメリカからね、ちょくちょくね、積み上げてね、学んでいければいいんじゃない。それはね、貧乏国家衰退国家日本でもできることですからね。北朝鮮やイランでもやってるんですから、日本にできないことはないっていうね、
日本にできないことはないなんてね、右翼たちはね、そうどこからお金が出るのか知りませんけれどもね、なんかライジングサンみたいなこと言いますけれども、あいつらは嘘つきですけれども、現実的な問題としてね、最低限それぐらいはできるっていうことはまあまあそれは現実的だと思いますね。という感じです。第一弾としては日本のねホニャララさんに対する答えとしてはね、第一弾としてはそういうことですね。これからの日本の防衛力はどうしたらいいかね、ネット軍師ネガティブマンが答えてみました。それでは皆様またお会いいたしましょう。そう皆様のね苦しみ絶望の隣には必ずネガティブマンがいますからね。そう陰に陽にね。そうこのチャンネルはね、人生に絶望し苦しみね、反出生安楽死ね、そう氷河期世代の復讐を考えるね、そういう人たちのためのチャンネルって言いますかね。まあそれを考えると世界40億人が見るべきまたは見ているチャンネルだと思いますんでね、世界40億人の絶望する人々の隣に私ネガティブマンは必ずいますからね。たっぷりと大船に乗った気持ちでね安心してください。何の役にも立ちませんけれどもね。それでは皆様またお会いいたしましょう。明日にも今日にもね世界が滅びますように。ネガティブマンでした。